おはようございます。3日目の朝です。昨日の夜ぐらいから雨が降ってます。今日は比較的距離は短いんで、雨でもなんとかいけるかなと思います。はい、じゃあ朝ごはん食べてテント撤収して出発します。はい、テント撤収が完了しました。雨は相変わらず降っていますが、もうこれはしょうがないので、頑張って今日は未線小屋まで行きたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。3日目は小笹の宿を出発し、大普賢岳、七葉岳、行者帰り岳など大峰を代表する峰々を越えます。アップダウンが連続する険しい稜線をたどりながら、修験者たちが歩んできた祈りの道を進みます。消防の宿からの急な登りを越え、今日宿泊予定の未線小屋へ。歩く距離はおよそ14キロ。雨が降る中、体力とともに気力も試される一日です。はい、小笹の宿から阿弥陀ヶ森まではこんな感じの比較的平坦な道が続いています。ところどころ道が分かりづらいところもあるんですが、踏み跡をたどっていけばいけると思います。2000円の上りはちょっときついんですけど、今日は比較的いけるかなと。楽にいけるかな。楽ではないか。このぐらいの雨ならまだなんとかなるって感じですね。これ以上強くなるとちょっと嫌だな。はい、ここ前間違えたんですけど、このままずっとこっちに進んでいってしまいそうなんですが、阿弥陀ヶ森はこっちの方ですね。ここ間違いやすいので注意が必要です。はい、女人結界門が見えてきました。はい、こちらが第65なびき阿弥陀ヶ森です。はい、そして5番関から続いていた女人結界もここで終了です。こちらが脇野宿です。第64なびき脇野宿です。はい、この辺りもちょっと広いスペースがあるので、はい、テントを張ることもできます。水場は多分ないですね、この辺りは。この辺はちょっと岩場ですね。雨に濡れてて岩場滑るので気をつけないといけないです。はい、小普賢岳の山頂に着きました。はい、こちらが第63なびき普賢岳です。もうちょっと行ったところに大普賢岳があるんですけども、なびきとしての普賢岳はここのようです。分岐地点にやってきました。はい、こちらに行くと第62なびき小の岩屋があります。そしてそのまま下っていくと和佐俣というところで和佐俣ヒュッテという山小屋があります。なのでもしリタイアされる方はここで和佐俣の方面に降りていくことも可能です。はい、そしてここからこう上に登っていくと大普賢岳の頂上があるんですけど、前回来た時登ったんですが、ガスガスで何も見えなくて、今日もこんな天気ですので、大普賢岳はパスしてこちらの巻き道を通っていきます。
はい、味仙まであと10キロですね。で、行者帰り岳まで 3.6 キロ。はい、今日はあと10キロです。はい、この辺りは岩がゴツゴツのところを歩いていくんですけど、結構道が分かりづらかったりするので注意が必要です。どこでも行こうと思えば行けちゃうんですけど、なんか知らない間に道から外れてたりするんで、足の岩の間に足が入った。岩の上に苔が生えてるんで、それもちょっと滑りそうで怖いんですよね。はい、こちらが水太覗きです。お、すごい見える。うおー、これは幻想的です。あ、すごい、こんな感じの景色が見えると思ってなかった。雨は相変わらず降ってますね。さっきよりちょっと強くなったような気もします。今山は巻いてきたんですけど、こちらに行くと、第61並木弥勒岳の山頂方面です。今抜いていかれた女性の方は女人結界の迂回ルートを通ってきたということでした。はい、だいぶ大変ですね。ここを歩く方はみんなすごい健脚の方ばかりなので、みんなに抜かされてます。はい、今この鎖場を降りてきました。もうさっきから結構足場が悪くて滑るし、道は細いし、結構怖いですね。雨降ってると特に。この辺もちょっと鎖がないと渡るのは難しいです。ここですね、難所は薩摩転げ。うわ、急だ。下を向いてると木に頭を打ちそうなんで非常注意ですね、ここは。危ない、手が滑った。よし、はい、なんとか薩摩転げクリアしました。はい、第60並木稚児止まりです。はい、ここもちょっと芝生のスペースがあるんでテント張ることできますね。はい、ここから七王岳への登りが始まります。はい、七つ池です。はい、新しい階段ができてます。以前来た時はこれはなかったような気がしますね。七王岳への最後の登りは結構きつい鎖場だったような気がします。多分あれですね。これだ。どうなんだこれ。鎖があってもちょっときついな。きつい。
無理そう。怖いな。怖っ。はい、もう下は何も見えないですね。よし、ここだ。これを登れば。よいしょ。はい、追いついた。第59並木七葉岳。おお、到着。ただでさえきついところなんですけど、雨に濡れて岩が滑るんで、さらに難易度が上がってます。はい、ここにもまた分岐があります。こちら行くと、先ほどの大普賢岳の手前で曲がったところと同じで、和佐俣の方に降りていきます。はい、これから目指すは行者帰り岳 1.3 キロ、未線までは 7.9 キロ、まだまだありますね。はい、ここの橋も昔はボロボロで、もうほとんど崩れかかってたような木のはしごだったんですけど、綺麗に新しくなってます。はい、ありがたいです。はい、ようやく歩きやすいところに出ました。さっきからこの植物が群生してるんですけど、なんでしょうね、これは。あっちの方にもずーっと、あ、こっちもだすごいな。はい、分岐地点まで来ました。このまままっすぐ行くと行者帰り岳の山頂に行きます。はい、今日は山頂へ寄らずに、行者帰り小屋の方に行きます。あと 0.5 キロ、未線まで 6.7 キロ。全然進まない。ここまでもかなり遠かった。はい、ちょっとアクセスはしづらいんですけど、あそこに水場があります。はい、ちょっとここ崖を登ってって行かないといけないんですけど、はい、行者帰り小屋に泊まる場合はここで水を汲むことになると思います。はい、先ほどの上まで行かなくてもホースでここまで水が来てますね。はい、ここで水汲むことができます。はい、第58並木行者帰りです。エンド行者が熊野から吉野に歩いてる最中、この行者帰り岳の断崖絶壁を見て引き返したと言われる行者帰りです。はい、ようやく来ました。行者帰り小屋。やっと着いた。はい、ちょっとここで雨宿りして休憩していきます。しんどかった。お邪魔します。じゃあはい、行者帰り小屋を出発します。未線まであと4時間ぐらいですかね。結構まだまだ距離があります。休憩したら体が冷えて寒い。たどり着けるのか。こんな感じで、とりあえず行くしかないんで頑張ります。はい、こちらが第57並木1のタワです。タワというのは、このくぼんだところですね。暗部とかコルとか言ったりしますけど、
風が結構強くなってきて寒いですね。明日がもっと嫌だな。この雨が続くとなると明日は辛いな。こちらは奥掛出会いです。こっち降りていくと行者帰りトンネル西口の駐車場のところまで行きます。はい、よく八境ヶ岳登る人がここから来ますね。はい、そして未線が 2.7 キロ、3キロ切った。第56ナビキ石安場の宿です。はい、ここは弁天の森です。未線までがあと2キロ。消防の宿が 1.1 キロ。未線まであと2キロ。もうだいぶ辛いっす。もうなんで毎回奥掛道来るたんびにこんな辛い思いしなきゃいけないんだと、来るたんびに後悔しますね。もう今も後悔しっぱなしです。とりあえず雨の予報が出た時点でやめとくべきだったなと、もうそこは反省しかないですね。くそ、もう雨の日は嫌だ。来ました。第55ナビキ消防の宿です。消防利元大使ですかね。神場瀬の宿とも言いますね。そして未線 0.9 キロ。でもこっから未線への激登りが始まるんで 0.9 キロといっても全く侮れません。結構登ってきたと思うんですけど、まだまだ全然先が見えない。ちょっと休憩したいんだけど、止まるともう体が冷えて動き出せなくなるんで、なんとかもう最後まで頑張っていくしかない。もう本当になんでこんな辛い思いしなきゃいけないんだ。そう、はい、来ました。北段ゾーンです。この階段を上りきればもう未線の頂上ですかね。もうすぐです。もうこれはこれでまだまだ先が長い。続いてる。もう今はガスガスで何も見えないですが、あれまだあったっけ。こんなに全然見えないぞ。そう、危ない。落ちた。こけた。そう、風が強い。寒い。はい、ついに来ましたよ。この見覚えのあるところ。もうすぐ、本当にもうすぐ未線です。もうしんどかった。ようやく着いた。早くあったかいところで楽になりたい。今日予約しててよかった。テント泊だったら最悪でしたね。来た。よし、さすがにテント泊いないな今日は。はい、着きました。2000小屋です。みんなこちらの避難小屋で多分夜を明かすんでしょうね、テント泊の人は。そっか、第54ナビキ未線はあっちの方ですね。このまままっすぐ行くとありますけど、ちょっともう今日は疲れたんで、小屋の方行って明日、はい、
弥山山頂の方に行きたいと思います。はい、夕ご飯です。美味しそう。4日目の朝です。弥山小屋を出発します。今日もかなり雨と風が強そうです。天気予報では昼頃に止むという話もあるんですけど、ちょっと風は残りそうなんで、今日は寒さとの戦いとなりそうです。今回の大峰奥掛道は今日で終了です。はい、頑張って前期まで行きたいと思います。はい、では行ってきます。さてさて、どんな感じかな。うわー、風がすごいな。霧雨みたいな感じですね。まあちょっともう出発しないと間に合わなくなるんで、こんな状態ですけど行ってきます。まだ弥山小屋の中には半分ぐらいの人が残っていて、ちょっと様子を見てるという感じですね。皆さんもうすでに出発された方もいます。はい、じゃあまず、弥山の山頂の方に行ってから出発しようと思います。一応乾燥室があって、靴とか雨具とか手袋とかは一通り乾いたんですけど、またすぐびしょびしょになるんでしょうね。4日目は弥山小屋を出発し、近畿最高峰八経ヶ岳を越えます。稜線上には崩落が進んだ危険な箇所も多く、雨と風にさらされながら一瞬も気の抜けない行程が続きます。楊枝の宿で一息ついた後は、山頂に釈如来像が鎮座する釈ヶ岳へ。そして太古の辻で北奥掛道は終わり、今回の旅のゴールである前期へと下山します。はい、着きました。こちらが第54なびき弥山です。はい、風が強いです。でこちらに八経ヶ岳が見えるはずなんですけど、当然何も見えません。弥山から釈ヶ岳までは去年の秋に歩いたことがあるんですけど、もうその時も吹雪というか雪がすごくて、ちょっとかなり苦労した思い出があります。今日も似たような感じで、雪は降ってないですけど風はものすごいです。ちょっとはっきりはわからないんですけど、ここが第53なびき朝鮮ヶ岳のようです。朝鮮ヶ岳自体はもうちょっと向こうの方にあると思うんですけど、それの養廃所ということですね。ありました。こちらが第52なびき古今の宿ですね。はい、書いてあります。ようやく見つけれた。この前来た時これはちょっと見逃してましたね。よし、着きました。第51なびき八経ヶ岳です。よし、近畿最高峰。よいしょ。よし、八経ヶ岳着きました。はい、当然ですけど辺りはこんな状態です。八経ヶ岳登るの多分3度目なんですけど、一
度しか、いい景色が見れたことないですね。はい、分岐地点に来ました。釈迦ヶ岳 7.2 キロ、前期までは 10.8 キロ。あれ、そんなに近かったっけ、前期。いずれにせよあと10キロ以上ありますね。さっきからこんな感じで道がもうずっと水たまりになっていて、横を歩いていくしかないんで非常に歩きづらいんですね。はい、ここの分岐、こちらに登っていきますと第50なびき明星ヶ岳です。はい、今日はもうちょっと体力温存のために明星ヶ岳は寄らずにそのまま先に進みます。はい、こちらは第49なびき菊の岩屋でしょうか。菊の岩屋の場所がよく分からなかったんですけど、もしかするとここかもしれません。今ちょっと風がしのげるところで休憩してるんですけど、今地図を見ると禅寺の森のピークを過ぎてました。ちょっとどこかよく分からなかったんですが、第48なびき禅寺の森は、ちょっと通り過ぎてました。はい、結構怖いゾーンに入ってきました。晴れてる時通る時も結構怖かったんですけど、今下がこう泥でぬからんでて結構滑るんで、さっきも一回こけたんですけど、ここでこけるともう崖の下に真っ逆さまというところでかなり緊張感があります。相変わらず風が強いです。ここは怖いな。もうこの後ずっとこんな感じですね。崖崩れとかあったらどうしよう。雨で地盤が緩んでるんで怖いですよね。ロープゾーンか。よいしょ。うわすごいな。崩れてますね。怖い。早く渡らないと。こっちからはちょっと行けないけど、こっちはこっちで怖いな。行けるのか。うわ無理か。こっちから行かないとダメか。うわどうすりゃいいんだこれ。上から行った方がいいのか。ここは怖いな。ロープがあるからこっちから行かない。崩れないって。うわ飛んでる。ロープから手を離すの死ぬな。助かった。やばいのこれ。泥で滑るなこれ。登るんだこれ。どこに足をかけても滑りそう。よっしゃ。よし。いた。
はい、こちらが第47ナビキ五個の峰ですね。おそらく疲れた。やばかった。はい、ここからまたはしごを伝って下まで降ります。はい、こちらもすごい土砂崩れの跡です。風が通るからすごい。さっきより雨も強くなってます。風はもっと強い。ほんと飛ばされそう。何もない稜線沿いだとほんと辛いですね。これ歩くのだけでも辛いわ。飛ばされる飛ばされる。はい、第46ナビキ船のタワーです。はい、この辺りの地形が船の底のようなので船のタワーと呼ばれているらしいです。はい、こちらは第45ナビキ七面山だと思います。はい、久々に道標ありました。楊枝の宿までが 0.7 キロ、釈迦ヶ岳5キロですね。弥山まで 4.6 キロ、そんだけ歩いてきたと。はい、第44ナビキ楊枝の宿です。楊枝の宿の避難小屋はもうちょっと先にあります。すぐ着くかと思いきや一山越えないといけなかった楊枝の宿小屋まで。はい、ようやく最初の休憩ポイント楊枝の宿小屋までたどり着きました。ちょっとここで雨風をしのいで休憩したいと思います。こんにちは。誰もいない。そうだな。はい、はい、こちらが第43ナビキ仏生ヶ岳への登り口です。はい、はい、今日はもちろん登りませんけど、はい、今樹林帯の中なんですが、風もあまりなく雨もちょっと止んでるみたいですね。この調子で雨と風がなくなってくれればいいんですけれども、さっきまでの暴風雨を考えると束の間の安らぎの時間ですね。はい、ここが鳥の水という水場です。一応出てますね。はい、ここを左に曲がって上に登っていきますと、第42ナビキクジャク岳です。クジャクのぞきです。何も見えない。そりゃそうだよな。そりゃそうですわ。はい、ちょっとここは急な岩場です。ロープもないんで自分で降りるしかないですね。こんにちは。お先です。はい、はい、お気をつけて。先ほど楊枝の宿で一緒になった方とまた会いました。
今日は人選の宿で泊まるそうです。めっちゃ早いな。はい、ここの笹の葉は本当に足元が見えないですし、下がぬかるんでて滑るんでめちゃめちゃ怖いです。この辺ほとんど足元が見えないですね。はい、こちらが両部分けというところです。北の金剛界と南の大蔵界を分ける境界ですね。はい、はい、こちらは蔵王権現が祀られている縁の花です。はい、景色は素晴らしいんですけど全く見えないですね。第51並木空八岳です。風がすごい。あの山の向こうに釈迦ヶ岳がうっすらと見えます。距離的にはあと 0.6 キロって書いてあったんですけど、ここからもめちゃめちゃきついです。雨も止んでちょっとずつ雲も流れていきました。はい、ここから釈迦ヶ岳への最後の登りです。おー、いい景色だ。寒いけどよし行くぞ。はい、また来ました、この鎖場。最初の1本目ですね。あれどっちだ。こっちか。また鎖場。どこに足の剣とそう足の置き場がないさ。風がものすごい。まだか、中はまだか。はい、ちょっと岩の陰に隠れて休憩できます。釈迦ヶ岳への最後の登りはまだこれからですね。でも先ほどの鎖場とかはなかったような気がするんで、なんとかもうちょっと頑張ります。はい、ようやく到着しました。着いた。はい、第40並木釈迦ヶ岳です。来ました。今
今日の目的地の前期まではあとだいたい5キロぐらいです。ちょっと予定より大幅に押してるので、これ以上ちょっとペース上げるの難しいですけど、頑張っていきたいと思います。ようやく着きました。はい、分岐地点です。人選の宿までは 0.9 キロ。はい、そしてここをこう降りていくと、不当登山口という登山口があって、釈迦ヶ岳登る人がよくそこに止めて、はい、登ってきたりします。はい、人選の宿の方に行きます。はい、あそこの岸壁に穴が開いていますけども、あの穴が第39なびき突門です。昔はあそこまで行ってあの穴をくぐるような修行が行われていたんでしょうか。今はちょっと行けなそうですね。あそこまで行くのは結構大変そうです。はい、はい、釈迦ヶ岳から結構長く降りてきましたが、ようやく着きました。こちらが第38なびき人選の宿です。着いた。はい、そしてあちらに見えるのが人選の宿の避難小屋ですね。火焚いてる人がいる。ここは交渉水っていう水場が多分あっちの方ですかねにあるはずですね。はい、めっちゃ向こうの方綺麗に見える。あっちは晴れてるんですけど、こっち側は厚い雲に覆われてます。はい、また雨が降ってきました。風も相変わらずきついです。はい、そしてここが大日岳との分岐地点です。はい、このままこれを登っていきますと、この向こうに大日岳があります。第35なびき大日岳ですね。頂上に大日如来が祀られています。今日はもちろんもう行けないのでパスします。はい、ますます雨が強くなってきました。なんかさっきからあられみたいな白い小さい粒が降ってきてるような気がするんですけど、気のせいだろうか。あられかな。わかんないですけど、いずれにせよもう少しで北奥掛道が終わります。太古の辻が見えてきました。ようやくここまで来た。これで北奥掛道が終了です。はい、太古の辻来ました。やった。こちらに見えているのが第33なびきセクラベ石です。はい、33なびきはこの前期の方に下っていったところに二つ石というのがあるんですけど、それという説もありますが、はい、そしてここから前期の方に降りていきます。前期宿坊お中坊まで 2.5 キロ。よっしゃ、あと少し。はい、あの山ですね。あれが何かのなびきだったような気がします。前期の水は透明度が高いことで有名で、前期ブルーとか言われてますけど、はい、非常に綺麗な水です。そしてここ階段が壊れてますけど、行けるのか登れるのか鎖使っても行けるかどうかちょっとわかんないな。うわ、
どうやって登るのこれ。一応これはまだちゃんとしっかりしてるか。怖い。この崩れかけた階段を使ってなんとかいけた。さっきからこのような感じで沢のところの道が崩れていることが多いです。ロープとかを使ってなんとか行くような感じです。はい、二つ岩です。この二つ岩が33なびきという説もあります。お中棒までもうちょっとなんで頑張りたいと思います。はい、ここが最後の図書ポイントです。この前来た時よりも水量が多いんで濡れずに渡るのは難しそうだな。どっから渡ろう。うわ、いきなり水没した。もう行っちゃえ。よいしょ。水没したけど靴の泥だらけの靴がちょうどよかったかもしれない。綺麗になって、水が染み込んできたはい、この辺りも昔宿坊があったところでしょうね。今は1軒しか残ってないですけど、昔は5軒の宿坊があったそうです。ホラ貝の音が聞こえてきます。今日はお中坊で泊まってるんでしょうかね、修験者の方が。ようやく降りてきたぞ。ようやく着きました。天気さんお中坊到着。やったー、やりました。やったはい、こちらが第29なびき前期山です。はい、ようやく長い旅が終わりました。これから下の駐車場の方に家族が迎えに来てくれてると思うんで、そちらに向かいます。この4日間の大峰奥掛道の旅、吉野の柳の渡しからここ前期までやってきました。一言で言うと本当にしんどかった。3日目4日目の雨がかなり来ましたね。体力的にはまだ余裕はあったんですけど、精神的に結構雨でやられました。実はもともと計画としては前期までの予定で組んでたんですけど、食料だけは5日分持ってきてました。で結局使ったのが1日分ぐらいで、ほぼ8割以上まだザックの中に入っていて、それかなり重たかったんですけど、もしあわよくば前期でやめるのをやめて最後本宮まで行けたらいいかなと思って食料は持ってきてたんですけど、途中の雨でさすがにちょっと無理だなと思って、当初の予定通り前期で終わることにしました。晴れてればもしかしたらいけたかもしれないなという感じです。今回は、北奥掛道ということで、まだ後半の
南奥掛道が残っているので、はい、近いうちに機会を見つけて前期から先本宮までの南奥掛道も歩いてみたいなと思います。それから前期までの間だったら意外にそんなに大変じゃないなという気もしました。はい、これを見ている方で奥掛道挑戦したいなと思う方がいたら、一旦前期まででチャレンジしてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、その時にはこの動画が参考にしていただければ幸いです。はい、ということで今回の大峰奥掛道、北奥掛道の旅4日間、はい、なんとか完走できてよかったです。やりました。はい、それでは今日はこれで終了です。お疲れさんでした。もうすぐ車止めゲートのある駐車場のところに来るはずなんですが、あ、車止まってる。あれがマイカーか。ありがとう。お疲れさん。待った。いや、まあ10分15分ぐらい。あ、マジでよかった。着いた。